福岡のさきちゃんです。去年の暮れぐらいからね、下っ腹がねすごくね出てきたんですよ。中年太りかなと思ってたんだけど、ある時ベッドにこう横になってたら、普通ベッドに横に縦に立ってる時とか、体を縦にしてる時っていうのはお腹その時出てても、横になったら結構平たくなるじゃないですか、ある程度。それがなんか出たまんまだったから、これはなんかおかしいなって思って、で仕事がお休みの時に病院に行ったんですよ。前言ってたその産婦人科にね。そしたら久々に行ったら全然先生が違う先生で、その時は女の先生だったんだけど、この内診のこうカーテンの向こうで、最初女の先生しかいなかったはずなのに、なんか別の先生も出てきた、なんか男の先生の声も聞こえてきて、なんかざわざわしてるの。これはってなんか話してるか。そしたらもうすぐ紹介状書きますから大きい病院行ってくださいって言われて、それで今の病院につながるんですけど、そんな感じで、私がその時にまず考えたのは仕事、職場に先に電話をするか、病院の予約を先にするか、どっちを先にしたらいいかなって、それがまず一番に頭にきて、それでまず職場やなと思って職場に電話し、職場の私の上司に電話した。そしたら、まずその上司の指示が「分かった、じゃあ病院に電話して予約を取って、その予約を取れたらその日にちをまたすぐ電話して、そしたら休み組み替えるから」って言われたから「ありがとうございます」って言って、やっぱり正解やったな、職場に電話するのが先でよかったなと。先にねその病院で予約取って「この日休みます」ってなんかそういうので悩んだのですしょうもないかもしれんけど、まずそれを考えたの。まず職場に電話して、それから病院ね。そしたらね、たまたまね次の日予約は取れたんですよ。その時来ていいって言われたの。それで行ったんです、病院に。そしたらね、卵巣がんの疑いがありますって、もその時に私一人で行ったんだけどね、でこれはねお腹を開けてみないと分かりません、一応検査とかいろいろしましたけど、腫瘍マーカーっていうのもねあったけど、私は全然そういう腫瘍マーカーっていうのは数値はなんていうの、高くないっていうか、誰のかしらね、何にも出てなかった。でもねこの数字でもね別にがんの時はがんですっていうふうに言われたしね、割とね印象的にはねさらっと言われた。私がんとかなんかそういうふうなのってもっと深刻になんか慎重に、なんか家族が来て改めて言うのかなと思ったけど、多分がんでしょうみたいな、さらっとライトな感じがあったから、今ってこんな感じでさらっと言うんだなっていうふうに思いました、その時に。分かりましたって「はいはい」って言って、で、頭が真っ白になったっていうのはよく聞くけど、私はなかったですね、それは。もう私の体の耐用年数がもう来たのかなって思った、その時は。ねえ、いっぱい使ってきたのから私の母にもねその話をして、母の方が驚いたかもしれませんね。でも私がなんていうの、こう打ちひしがれているような様子じゃなかったし、多分ショックだったのは私より私の母だったと思いますね。で、なんであんまりショックじゃなかったのかっていうと、娘がいるんですけど、もうちょうどね前の年に独り立ちしましたので、もうずっとねそれが懸案材料だったんだけど、もう自分でね生活できるようになって、もうそういうのも一つあったし、
あとその娘がいなくなったから、ちょうどねそのミニマリストのミニマリストにはまってて、その時にやっぱ生活を縮小しようと思ったんですよ。そのミニマリストさんの YouTube の動画を見るのがその時私結構ハマってて、私もうちょっとこう生活をねコンパクトにしようと思ってちょうど引っ越したばっかりだったんです、年末に。っていうのもあったし、だからなんていうの、タイミング的にこじんまりしたところだったの。今までの生活よりギュッとこじんまりしてて、だからああこれはね神様がもうなんていうのもう私の役割は終わったのかなと思った、その時。私の役目がもうお役目が終わったから、これでもう私はもう死んでもいいと思ったの、その時は。でもまだ生きてるけどね人間ってそんな簡単に死なないんだね人間の生き死になんてもうわからないじゃないですか、人間の生き死になんて。それこそがんとか関係なしによ、人間が私同行できるもんじゃないと思うんですよ。それはね、例えばね怪我をしたら絆創膏を貼るとか、そういう対処療法の対処、その時その時の対処っていうのは人間はできるし、やらなければいけないと思うんですけども、だけど最終的にはそのどうなるかっていうのはもう私の力の及ぶところではないので、まあ死ぬ時は死ぬし生きる時は生きるしっていうもんじゃないかなって私は思ってる。